この動画は瀬田敦子オンラインサロン有料会員限定の動画ですが、今回特別公開しています。もしご覧になってお気に召してくださったなら、ぜひ会員登録よろしくお願いします。お申し込みは概要欄から。皆さんこんにちは。6月15日配信の動画はショパンです。私がブロツワフ大学で演奏したノクターンの調べに乗せて解説いたします。さて、ピアノの詩人と言われたショパンがいかにハンサムだったかご覧ください。最近は 3D を駆使してデスマスクからまるで生きているようなお顔を再現できるようになりました。ショパンはポーランドのワルシャワ郊外のジェラズラボーラっていう美しい町で生まれました。私もいつかここでリサイタルをしてみたいなと思っています。音楽一家に生まれた彼はかなり厳しい教育熱心なお父さんからガンガンしごかれたみたいですよ。そしてお姉さんや妹3人の女兄弟に挟まれていたためにかなり女嫌いになったと言われています。ショパンは子供の頃から絵も得意でいろんなことに才能があったみたいなんですね。この絵はショパンが描いた風刺画なんですけど、とっても面白いですよね。このように彼はジョークのセンスもあり、いつも笑っている楽しい人だったらしいので、私もどんなにテクニックが難しくても楽しい曲は笑顔で弾けるように心がけています。次に見ていただくのは黒鍵という曲で、黒い鍵盤ばかりで作曲されているとっても難しい曲なんですけれども、頑張って笑顔で弾いています。見てください。いかがでしたか？でもそんなショパンにもとっても悲しい時期がありました。1830年にポーランドの若者たちが帝政ロシアの支配に対して武装蜂起を起こすんです。まるで今のウクライナのようなんですが、18万人のロシア兵に対してポーランド人はたった6万人で戦い続けるんです。2日間の激戦で7000人のポーランド人が死亡したと言われています。このニュースは当時外国にいたショパンの耳にも届き、彼はすぐにでも飛んで帰って自分も一緒に戦いたいと思うのですが、それも叶わず、この怒りと悲しみを鍵盤にぶつけるしかできないというメモを残して革命という曲を作曲しています。
30代になったショパンは胸の病にかかり、経済的にもとっても苦労するんですけれども、今映っていますジョルジュ・サンドという当時パリで活躍していた男装の霊人と言われる女流作家の支援を得て、次々と名曲を作曲します。その後ショパンは若干39歳で亡くなってしまうのですが、いつもポーランドへ帰りたいと思い続け、彼の作品はポーランドへの愛で満ち溢れています。そして自分が死んだ後、心臓だけでもポーランドのワルシャワに戻してほしいと友人に頼みます。このワルシャワにある聖十字架教会に今もショパンの心臓は眠っています。私は2013年にワルシャワにあるショパン博物館でリサイタルをしました。その時私が撮ったスナップ写真を見ていただきますね。今は本当にきれいに再建されていますが、第二次世界大戦の時にはナチスドイツにとことん徹底的に破壊され、瓦礫の山になってしまったワルシャワなんです。それをほとんど同じレンガを使って昔と同じように再現するというポーランド人のこだわりってすごいですよね。このショパン博物館もしかり、古いレンガを使って再建された建物の中に素晴らしいスタイン絵が入っていました。私はその時の主催者のおかげでラジオ番組にも出演できましたし、小学校を訪れて演奏も聴いていただきました。さて、ここからはその時主催者が作ってくださった私のプロモーションビデオを見ていただきながら、私の人生とショパンとの関わりについてお話ししたいと思います。私の父はクラシック音楽、特にショパンが大好きで、当時有名だったフランス人ピアニストサンソン・フランソワのレコードを買ってきて、私と一緒に書斎でよく聴きました。私もショパンの音楽が大好きで、いつか私もこんな綺麗な曲が弾けるようになりたいなと思って毎日1時間くらい聴いていたのを覚えています。でもそんな父もいざ私が専門の音楽大学へ行って勉強したいと言い出した時には猛反対をしたんです。というのも、あの時代女性が、職業を持つのはとっても珍しいことでしたし、短大を出て、そして花嫁修行をして、良いお嫁さんになって良いお母さんになってというのが両親の教えでした。そこで考えあぐねた私は、これはと思い本当に一生懸命練習しました。そして発表会で父が一番好きだったショパンの幻想即興曲を弾いたんです。父はその演奏を聴いて涙ぐんだんですけれども、ついには私の進学を許してくれたんです。今日はその思い出の幻想即興曲、ブルガリアのソフィアで演奏した時のものを聴いていただいて、この配信を締めくくろうと思います。子供の頃はまさかこの私が本場ポーランドのショパン博物館で演奏できるなんて思いもしませんでした。いつも応援してくれた両親、家族、そして皆様に心から感謝しています。最後に、まだ私が40代の頃にブルガリアのソフィア・フィルハーモニーホールで録画したショパンの幻想即興曲を聴いていただきます。前回配信のベートーベンといい、今回のショパンといい、私の大好きな作曲家で、とても1回では語りきれないたくさんの内容があります。まだまだ録画もいっぱいありますし、第2弾、第3弾をいつか企画しますので、どうぞ楽しみにしていてください。それではセターツコの演奏でショパン作曲幻想即興曲、どうぞお楽しみください。